皆さんこんにちは。今日一つお知らせがありまして、みんながアヌンナキの神話が好きだということで、なんとアヌンナキの伝説が漫画になりました。僕もね、監修を務めて、具体的に絵でイメージしてアヌンナキの伝説を見れることはなかなかないと思うので、気になる方チェックしてみてください。もう Amazon とかではね、予約ができるので、12月1日発売になります。セカンドチャンネルで新たにナオキマンズキッチンを投稿したので、チェックしてみてください。今日最初に取り上げるお話は、みんなから結構リクエストが来てるやつで、僕も1、2年前ぐらいからちょっと気になってたもので、久しぶりに YouTube のダークサイド系のお話になります。 YouTube ってほんと SNS と同じで誰でも投稿できるから、変な話、犯罪者が投稿しててもおかしくないし、投稿している人がまともな人じゃない可能性も全然ありえますよね。まあ僕も含め、中には事件に巻き込まれていて助けを求めている人もいるかもしれません。 YouTube で数年前から爆発的に人気になったジャンルの一つ、大食い動画モクパン。日本だけじゃなく海外でもいろんな食べ物をね、黙々と大食いし続ける動画がかなり流行ってますよね。普通の胃袋じゃ食すことができない量をいとも簡単に短時間で平らげる配信者たちを見ているのが爽快ですよね。僕も過去に何人かハマって見てましたけど、なんか綺麗に食べる人たちは見れますけど、すごい汚らしく食べる人たちもいるじゃないですか。なんかそういうの見ててちょっとなんか上ってなっちゃいますね。なんか人間のすごい本能的な部分が出てて、ちょっと気持ち悪くなっちゃう感じ。けど僕がかなり小食だから、普通に大食いできる人たち尊敬する。そんな大食い配信者たちの中で一人だけ異質な雰囲気を醸し出しているチャンネルがあって話題になったんです。K-Yup。2018年3月12日に開設されたこちらのチャンネルは、顔を隠した女性がひたすら黙々と主に生の食べ物なんですかねを食する動画なんですね。まあよくある大食い動画だったらそこまでね話題にはなりませんけど、こちらのチャンネルはある怖い噂がネット上で囁かれたんです。こちらの女性は何者かに監禁され、強制的に食べさせられているんじゃないかと。彼女の動画はいくつか不可解な点が視聴者によって確認されているんですね。まず一つ目、腕のあざ。こちらの動画で確認することができるんですけど、彼女が食べ物を持っている左腕に普通に生きていたらできないようなあざが見ることができるんです。それと同時に唇の左下あたりに同じようにあざが確認できると、確かに腕にねここまでのあざができるのはなかなかないですよね。誰かに激しくね腕をね掴まれたりしたらできるやつ。これを見た視聴者からは、何もないならいいんだけど腕の傷とか大丈夫って心配するような声が少しずつ出てきて、もしかして彼女は何者かに監禁されて強制的に大食い動画を撮らされているのかもしれないという説が浮上してきたんです。その他にも次々と怪しい行動が現れて、例えばこちらの動画では後ろでケイティアップではない誰かが早く食べろ、ただ食べろ早くと囁いているんです。どうやったら全く反応しないであそこまで蜂の巣食べれるのや、彼女に水を飲ませてあげてかわいそうといった心配する視聴者の声が寄せられて、まあよく聞くと確かにね、何者かが先ほどの言葉を囁いているんですね。他にもこちらの動画では不規則にボールを手でタップする動作が見られるんですけど、よくアクション映画とかでも登場する、そうモールス信号じゃないかと推測する視聴者が湧いて、彼女の動画ほとんどがね数百万から数千万再生されているので、ここまで話題になっちゃったらさすがにね、ケイキャップもみんなの疑問に対してコメント欄で回答したんですね。みんな安心して、腕のあざは太陽の影響で、唇はヘルペスだと。またモールス信号に関しては、これはモールス信号でも何でもないよ、ただ不規則にタップしてるだけだよ。まあ確かにモールス信号を理解できる人がこれを解読しようとしたら何もね読み取れないらしいので、まあこれは偶然じゃないかと。ただこの回答の文も彼女はという表現が使われていて、第三者視点なので何かが怪しいと。まだまだ出てきますよ。こちらの動画ではよく見るようなテロップが編集で足されているんですね。みんな私は元気で生きています、心配しないでください的なことが書かれているんですけど、文の頭文字のみをつなげてみると HELP ヘルプ、助けてという文字が浮かび上がるんです。しかも最後の文は巨大エビより少し小さくて殻を剥いたから食べやすいって書いてあるんですけど、エビで始まる文ってなかなかないですよね。意図的にね作んなきゃ。他のテロップでは肉がすごく柔らかくて美味しいって書いてあるんですけど、謎に So delicious の部分大文字になっていて、その大文字をつなげると SOS になるとか、まあこじつけギリギリの怪しさ、どっちとも取れるような。そして2019年10月25日の動画を最後に、それから現在まで動画を投稿することはなかったんです。怪しさを残したまま突然消えた大食い YouTuber ということでね、世界中で話題になって
いろいろな説が浮上してきました。一つ目は格闘家のヨアナ・イエンジェイチック説。ケイ・ヤップは格闘家のヨアナ・イエンジェイチックの顔に似ていることから彼女なんじゃないかという説が出てきたんです。また腕や唇にできたあざも格闘家という職業だと考えると、何ら不思議ではないです。確かに口元とかはそっくりですよね。そして太らない理由は格闘家として活動していて運動しているので、ただケイティ・ヤップは手首にタトゥーがありヨアナはないということから別人じゃないかと。もう一つ、2018年10月13日に失踪したカーリー・グースがケイティ・ヤップじゃないかという説があります。理由はシンプルで顔が似ているからということなんですけど、ケイティ・ヤップのチャンネル開設の7ヶ月後に失踪ということになります。ただカーリーはアメリカ出身なのに対してケイトは当初フランス語の自己紹介をしていたり、貴重な喋りのシーンでもヨーロッパ人特有の訛りがあることからおそらく同一人物ではないと。その後ある YouTuber が Facebook でケイティ・アップとタグされた人物を発見します。見た目が似ていて、プロフィールがねフランスに位置しているので、ケイティ・アップがフランス語を使っていたことや使っているキッチン器具がフランス製であるということもあり、一時期この方じゃないかと話題になったんですね。ただその後 Facebook のタグ付けは消えてしまい、真相は謎のまま。ケイティ・アップのチャンネルも再開することはなく YouTube の闇が誕生しました。もし本当にねいやいやで大食いさせられてたらかなりかわいそうですよね。確かに紹介したように明らかにね怪しい動作とか編集がされているのは間違いないんですよね。ただ本当にね彼女が何かしらの SOS を出していたとしたら、それもねその管理している人に見られてしまうので、それどうなのってちょっと矛盾点が生まれちゃうので、シンプルに話題性を生むためにやった可能性もありますよね。実際にね何百万再生何千万再生されているので、ただねそこまで大きくなって怖くなっちゃって消えたのか、真相は分かりません。みんなはどう思いますか？中にはこんな大食い余裕みたいなとんでもない胃袋している人たちももちろんいるけど、人体の不思議って本当この世界が作り上げた不思議の一つですよね。世の中のことが解明できてないのと同じで、僕たちの体のこともね全然理解できてなくて、よく耳にする脳は 10% ほどしか使われてないという説。1980年代にハーバード大学の心理学者ウィリアム・ジェームスとボリス・サイディスが、平均的な人間はその知的潜在能力の 10% しか発揮していないといったことで 10% 神話が広まったとされています。ただ実際脳内をスキャンしてみると、人間の脳は何をしている時も全ての領域が活発に動いていて、損傷していない限り全く機能していない脳の部分は存在していないそうです。また脳の重要さがわかる例として、脳は体重の 2% の重さにしかならないにもかかわらず、人体で消費されるエネルギーの 20% を必要とするんです。必要のない部分があるとしたらね、それは進化の段階で排除されているはずだと。なので確かに脳は 100% を使われているということなんですけど、その 100% をねフル活用しているのか、超人的な能力を発揮している人たちもいますよね。スティーブン・ウィルシャー、彼はイギリスの建築画家なんですけど、驚くような能力を持っているんです。一度見ただけで目に焼き付ける映像記録。スティーブンはヘリコプターでロンドン上空から景色を一度眺めただけで、なんと詳細にロンドンの情景を正確に描き上げることができるんです。ロンドンだけじゃなくてニューヨーク、東京、ローマなど大都市の複雑に立ち並ぶコンクリートジャングルをそのまま再現することができるという。これマジでエグいっすよね。最初これ見た時理解できなかったもん、脳が。スティーブン・ウィルシャーはサバン症候群の一人なんです。サバン症候群とは重度の精神障害や知的障害を持ちながら、ある特定の分野において飛び抜けた能力を発揮することを言うんです。主に自閉症患者の10人に1人、あるいは知的障害者や脳損傷疾患を抱える2000人に1人がサバン症候群だとされています。その能力は人によって様々で、一度読んだ書籍を全て暗記できる人もいれば、過去の日付や曜日を全て覚えている人もいるんです。それで有名な方といえば、映画レインマンのモデルキム・ピーク。彼は先天性脳障害による発達障害でサバン症候群なんですけど、なんと彼は本を2ページ同時に読むことができ、左の目と右目をね使い分けて、さらに今まで読んだ1万2000本全て頭の中に記録されているんです。また地図も頭の中に入っていると。なのでキムに自分の住所を伝えると、現在地からその目的地まで正確にナビゲートすることができるんです。すごすぎる。ナビいらない。記憶力がいいからってそれを瞬時に自由自在にいつでも引き出せるっていうのがマジすごすぎますよね。このサバン症候群についてははっきりとねなぜ起きるか分かっていなくて、ただキムピークに関しては左脳と右脳をつなぐ脳梁が
欠損していたため、通常人間は必要な知覚情報のみを記録として保存しますが、このフィルターがうまく機能しなくなったキムピークは全ての情報を記録として保存してしまったと考えられているんです。逆に言うと、人間の脳は知覚的に見たものをほとんど記録として保存していつでも引き出す能力はあるってことですよね。そんなこと本当にできるのって思っちゃいますよね。でも確かに僕も聞いた話で、人間はね、日常生活でこの目で見たもの、なんか自分がフォーカスしているものだけじゃなく、視界に入っている周りのフォーカス当たってない部分も正確に情報として記録としてね、残っているっていう話あるので、本当にあり得るのかも。キムピークは左脳と右脳の連絡橋である脳量が欠損していたということなんですけど、人間の脳は分かりやすく右脳と左脳に分けられていて、それぞれ役割が決まっています。よく考えると脳みそって本当綺麗に左脳と右脳で分けられてますよね。なんかいろいろなね説はあるんですけど、決定的な理由は分からないそうです。右半身の運動は左脳、左半身の運動は右脳が管理していますけど、左脳の役割は言語的推理、計算と数理的推理、分類、区別、分析、判断と論理的思考などを行います。直線的に物事を考えるので、巨大なコラージュが目の前に広がっていたら詳細を拾い集めて分類し、過去の出来事と結びつけることで将来への可能性を予測します。本を読んだり話したり計算するなど、なので過去と未来を認識するのが左脳の役割です。脳内で常におしゃべりしてますよね、みんな。その内なる世界と外の世界をつなげているのも左脳。それに対して右脳は図形や映像、空間認識、イメージ、直感、ひらめきなど全体的な空間の情報処理を行います。そして右脳にとっては現在が全てです。巨大なコラージュが目の前に広がっていたら、それを論理的に考えるのではなく全体論として捉えます。今目の前に見えていることしか認識できないので、時間のない世界ということかもしれません。このようにはっきりとね分けられていることから、論理的な人は左脳、そしてアーティストとかはね右脳みたいな感じで分けられることはあるんですけど、実際は常に両方がねうまく機能しているんですね。その2つが脳量を通ってうまく連携することで、みんな日常生活をね生きることができるんですけど、1996年にある神経解剖科学者が左脳がない右脳だけの世界を体験したんです。左脳がない右脳だけの世界、それはどんな世界なのかみんな想像できないでしょう。1996年12月10日朝7時、ジル・ボルト・テイラーは目覚めると、左目の奥から脳を突き刺すような激しい痛みを感じ、感覚の異常、身体のコントロールがうまく機能しない、意識が正常な現実と魔法の空間の間のどこかで宙吊りになっているような感覚にとらわれたんです。なんとジル・ボルト・テイラーはある朝起きると脳卒中に襲われ、左脳の機能が停止してしまったんです。神経解剖学者で脳の研究をしていた彼女は、左脳が消えゆく世界を冷静に分析していったんですけど、普通だったらね体がね思い通りに動かすパニックになりますよね。みんな朝起きたら歯磨いて、服着て、シャワー浴びてね、朝食食ってなどと脳内のおしゃべりがあって日常生活をね整理整頓していますけど、左脳の出血により機能が低下していく中、ジルは脳内でのおしゃべりが消えていくのが分かりました。そのおしゃべりがどんどん消えていく感覚、外部と内なる世界をつなげてくれた言葉が消えていく。認知能力と時間のない37年間生きてきた重荷から解放されたことで、意識はなんと悟りの感覚に達し、この時点で3次元の現実感覚を失っていました。ジルはシャワー室で壁に手をかけた時、自分の体がどこで始まってどこで終わっているのか、体が固体ではなく流体であるかのような感覚、体の原子と分子が壁の原子と分子と混ざり、空間や空気の流れに溶け込んでしまい、自分と他のものの区別がつかなかったそうです。自分が大きく広がっているような左脳にはあった自分は一人という世界から離れ、右脳を通して見た世界は全てがエネルギーの流れのようにつながっている感覚だったんです。それは幸福感に満ちた悟りそのものでした。なぜこのような現象が起きたのか、後にチベットの僧侶とフランシスコ会の修道女がスペクト装置という脳や体の精密な検査を行える装置の中で瞑想を行った結果、面白い結果が見られたんです。まずはじめに左脳の言語中枢の活動の減少が見られ、脳内のおしゃべりが減りました。次に後頭部の上頭頂葉部分の活動の減少が見られ、ここはその人の体の境界線を判別するのに役立つ分野なんです。そのため自分の体と他の区別がつかない全体との一体感を感じた現象は科学的にも説明がつくそうです。僧侶が瞑想で体験する悟りの境地やジルさんのように左脳が機能しなくなったことで感じた幸福感、一体感
んは生物学的にそのような構造になっているからなのかもしれません。ジルさんはこの危機的状況から8年かけてリハビリしたことで左脳をね復活させることができて回復したんですけど、この左脳と右脳がねうまくリンクしているのが非常に興味深いんですよね。みんなの中には常に2つの相反する自分が脳内に存在していることになります。多くの人が脳ではあることをしろと指示してくる一方で、心ではね全く反対のことをしろって伝えてくる。考えることと感じることで違ってくる。頭のエゴに対する本能的な意識、人によってはこれをうまく使い分けているんですね。仕事モードの時と休暇の時、男性的な心の時と女性的な心の時と、このように頭の中にある2つの独特な大脳半球が起因していると考えられているんです。ジルが言うには、左脳はクソ真面目な性格をしていて、過去に学んだことに基づいて決断を下します。これは正しいのか間違っているのか、いいのか悪いのか、分刻みのスケジュールで日常を駆け抜けて選択していく。それに対して右脳は現在の瞬間の豊かさしか気にしないです。区別することもしないので、あの人は自分よりイケメンだって比べたとしてもありのままの物事を受け取るだけ。いやつら。右脳は長い波長の光を感知するので、視覚的な知覚は鈍く溶けて柔らかい感じに見えるそうです。そのため細かいところよりも大きな絵に集中できます。また低周波の音にも同調するので、自然の中で発生する音や体の中の生理的機能に耳を傾けるのに対して、左脳は短い波長の光を知覚するため、明確に線を引いてはっきりと境界線を作る能力があります。また左脳の言語中枢は高い音を拾うんですけど、人の声は高い音に分類されるため、言語に関するやり取りは左脳が管理しているんです。最小限の情報をもとに外の世界を知ろうとするので、小さい違いでも気づくのが左脳。言語を扱う部分だから左脳は空白を埋めるのが得意なんですね。物語を作り上げる能力があるので、過去の経験から基づいてね空白を埋めていきます。例えば転換患者の脳裏を切断するという治療方法があるんですけど、左脳と右脳が完全に分離しますよね。右脳は左側が見えていて、左脳は右側が見えているんですけど、左脳しか文字を理解することができません。なぜなら言語分野はね左脳にあるからです。なので右のモニターに何が見えますかと聞かれても、話す左脳からしたら何も見えてないということになるんです。普通の脳だったらね脳同士の神経がつながっているので、右脳が情報を伝達してモニターに表示されているのはルービックキューブですって答えるんですけど、脳量が切断されてるから連絡が取り合えないと。その間右脳は問題なく左手でルービックキューブを選びます。右脳が右手に持ち替えてと指示されて右手に持ち、左脳になぜルービックキューブを持っているのと尋ねると、左脳は昔から興味があってちょっと解いてみたかったんだよねと答えるんです。これは左脳が嘘ついているわけではなく、説明できない空白があるとしたら、このように過去の行動と自分を結びつけてもっともらしい物語を作り上げてしまうんです。これかなり興味深いですよね。みんなの頭の中には2人の人物がいることになります。そうなんだすげーって感じてる自分と、ボケーと今ねスクリーンスマホを眺めている自分、みんな2人がその中に存在しています。そして話を戻すと、空白を埋めるというのは反響しているかのように繰り返し同じ思考パターンが頭の中ではびこってしまうので、僕たちは知らぬ間に凝り固まった思考パターンに落ち着き、若い頃から脳内で起きていることを管理する方法を教わってないため、政治や広告に振り回されるがままの状態にあるそうです。考えたこともなかったよね。自分の脳内で起きていることを意識的に管理するということ。その証拠として右脳は常にファイルをアップデートしようと新しいものにね触れるんですけど、左脳は過去のパターンに基づいた選択をしがちなんです。例えば怒りの感情が湧いてきたら、その感情に浸るかやめるか選択があります。大脳変影系プログラムが怒りの感情で誘発されてから、化学物質が体内に満ち渡り、血流からその物質が消えるまで90秒以内で終わるそうです。もし90秒が過ぎても怒りの感情が残っていたら、それは右脳の同情的な気持ちではなく、左脳の論争的な気持ちを選択したことになります。このように自分に苦痛を与えるような思考を巡らす必要なんてないことに気づくと、それを意識的に止め解放につながります。なんでここまでみんな左脳的な生き方してるのって思いますよね。社会では左脳のする機能を右脳のある機能よりも高く評価することから、何々をしなさいということを全うしてきた今の社会を生きる僕たちからしたら、左脳的な生き方をすることが求められているようです。今あるものを耕すことが大事なのに、いらないものなのにそれを手に入れることが大切だと
を植え付けられ、良し悪しの判断を明確にさせ、いつの間にか左脳中心のロボット的な生き方になってしまっているのかもしれません。もちろん右脳も左脳と同じぐらい大切ですからね。秩序ある生き方、生活をするために僕たちには必須ですから。ただこの脳内のおしゃべりが本来の自分ではなく、右脳の全ては一体であるというもう一人の自分がいることも忘れずに、脳の中で起きていることに目を向け、うまく付き合うことで自分の中の真理が見えてくるのかもしれません。どうでしょう、みんな。この話を聞いて、みんなも自分の中に左脳的な自分、右脳的な自分がはっきりといるって分かりますかね。僕もあんまり自分のことを冷静にね、そうやって分析したことはないんですけど、確かに脳内のおしゃべりが止まったらどれだけ楽なのかって考えたことはありますよね。過去の過ちとか未来に起きる不安とか、めちゃくちゃ脳内の中で喋るじゃないですか。あれどうしよう、あれ怖いなみたいな。それがなくなって今目の前で起きていることのみを体験すると、確かに幸福感で満ち溢れるかもしれない。みんなはどう思いますか、この左脳右脳に関して。そしてこの人間の不思議ですよね、人体の不思議。まだまだね、人類にはねポテンシャルがあるような気がするので、それについてもみんなどう思うか、はい、コメント欄に書いていってください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。